ハロー YouTube! 久保田望のアンテナ。ということで、今回はですね、競争の戦略の中でも5フォース分析さらに見ていきたいんですが、今回注目したいのは知財戦略なんですね。知財戦略っていうのは実はサメ型の事業だみたいなことを言われたりするんですけど、サメ型って何のこっちゃって感じだと思うので、動画の最後になればしっかりわかるようになります。どういうことかというと、まずですね、あるクアルコムっていう会社がありました。クアルコムっていう会社はもともと製造業をやっていたわけですね。で、既存企業同士のこの競争に巻き込まれていました。製造業って基本的に利益率が低いんですよ。人もかかれば売り手との交渉力っていうのもあるわけですね。いろいろ物を仕入れないといけないですよね。しかも買い手っていうのが企業になりますから、 B2B っていうのは値下げしてくれとかですね、そういう圧力っていうのは基本的に強いわけです。1個のチップに払えるものっていうのは細かく原価計算されてますので、1円でも安くしないといけないっていう企業姿勢からすると、多くの金額を払うことってこれ基本的に難しいわけですね。で、ある時にクアルコムを考えました。製造業をずっとやっていていいんだろうか。その時にクアルコムが取った戦略がこれ面白い。何かっていうと、製造業をやめて知財戦略に全力投球したんですよ。どういうことかっていうと、今までは、製造業をやってましたので、この辺の交渉力っていうところが、どうしてもついて回ったわけですね。でも知財戦略に全力投球すると、イノベーションという獲物だけを追いかけるサメ型の事業に変わることができたわけです。サメは獲物を食べることだけに集中しますよね。その時に原価がうんたらとかっていうのはもうほぼ関係ないわけです。脳みその中に全てのイノベーションはあるんだってことを信じて、知財だけに振り切ったわけですね。で、その知財を使いませんかっていうふうにそのメーカーに対して提供していった。メーカーはものづくりと特許っていうのを同時にやらないといけないわけですから、ある意味ランチェスターの法則で知財だけに特化すればメーカーを凌駕することができたわけです。そうすることによって知財の部分を独占することができたので、高い利益率になって独占競争型のものになったよ、完全独占に近づいたよっていうことなんですね。これが知財を活用したサメ型事業というものの正体でした。というわけで、マーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。